はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星の説明とタロットリーディングでさせていただきます。お願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの7、ワンド8の逆、ペンタクルス5、ワンド8、ソード5、キング、エンペラーですね。エンペラー。そしてソードクイーン逆。気をつけることや対策がカップのクイーンとワンドの2。そしてオラクルはペンタクルスの3です。いいですね。ちょっと星の話をさせていただきますが、この11月後半はですね、11月の16日が満月になります。で、この満月はこう豊かさを象徴するというかね、牡牛座で起こる満月なので、非常に何かどっしりとしたエネルギーとして私たちに影響しそうなんですよね。でなおかつこの時ヤギ座の皆さんにとってはね、自分がやっていきたいこと、求めていたことに対して何かカチッと答えが出るような、やっぱりこうしようとかこうすればいいんだみたいな答えも出てきやすくなるんじゃないかと思います。それが満月って一番ね、エネルギーが引っ張られて感情的にも揺さぶられやすいと言われていますが、その中でピークに達することで何か到達する思いとか、やっぱりこうだみたいな、そういったことも感じそうだなと思うので、ぜひポジティブにこのエネルギー生かしてほしいなと思います。でそれからですね、11月20日から冥王星が水亀座に入るということで、これは前々からお伝えしていたかと思いますが、今年の9月頭まですでにもうこれは経験されているので、おそらくご自身の中の価値観の違いとか、大事にしたいものの優先順位が変わってくるとか、現実的に言うとお金の使い方とかですね、稼ぎ方とか運用の仕方っていうのも変わってきやすくなります。そしてこれが11月20日からもう本格的にそこに入るよということで、自分の感覚や価値、本当の自分の価値っていうものをどこまで深く掘っていけるかっていうのがもう全てに影響しそうだなというふうに思います。そして前回の動画で言いましたけれども、11月4日に火星がね獅子座に入るということで、何か見えないところでトンネルの中で何かを掘っていくみたいなエネルギーでもあるんですけども、このエネルギー実は2025年の6月まであるんですね。7ヶ月もかけて何かをやっていくわけです。途中ちょっと逆行したりはしますけども、なので来年の6月までかけて見えないところで自分の価値っていうのを構築していく。これは全てにおいてそう思っておいてください。これが人間関係もそうだし、仕事もそうだし、一番分かりやすいので言うとお金とかも、本当に自分がこれだけやったからこれだけもいただきますっていうのではなく、もっと深いところからの価値っていうのをずっと自分が受け続けるためのトンネルを掘っていくみたいな感じがあるんですね。なので、なかなか面白い動きになるんじゃないかと思います。要するに来年の6月までの間にそういったお金の整理をしたり、少し大きなお金の整理をしたりとか、自分が大きく稼いでいく方法、その道筋を立てたりとか、動線を作ったりとかっていうようなことが起こりやすいんじゃないかと思います。でこれ今11月後半っていうので見てますけど、その11月後半からその道ができ始めるよねっていう感じで、そのためのカチッとしたヒントとか答えっていうのが16日の満月のあたりにもしかしたら出てくるかもしれないなっていうふうに思ったんです。そして11月22日以降は少しねゆったりしていくというか、目標も分かったしやることも分かったので、まず整えようみたいな形で自分を整えていくっていう流れになります。少し先の話ですけど、11月26日から12月16日までっていうのは水星が逆行しますので、スケジュールは余裕を持たせておく方がいいかと思います。この水星の逆行はね、ヤギ座の皆さんにとってはちょっと見えないところで起こるので、直接的な影響というのは少ないかもしれませんが、何か自分の考えが行ったり来たりしたりとか、もう一回何かを見直すっていうこともあるかもしれません。でこういったね星の動きを踏まえた上でカードを見た時に、やっぱり今皆さんの中でいろんな可能性っていうのが見えてきてるのかなと思います。やっぱり入り口がペンタクスカップの7なのでね、あれもいいな、これもいいな、やっぱりこういうことなのかなみたいな感じで、すごく
こうクリエイティブなエネルギーが強くなってるんですね。でこのクリエイティブなエネルギーっていうのはもう本当に今ずっとヤギ座の皆さんに与えられている恩恵でもあるので、それがまだどんどんと湧き上がってきてるっていう感じです。そしてここに至るまでの間に何か一つご自身が手放したというか、手放した思いがあるのかなって感じがします。ただちょっと注意なんですけれども、なんだかその手放した思いっていうのがまるでどうせ私には無理だからとか、所詮これは無理なんだなみたいな形で何かちょっと諦めモードで手放したっていう感じがあるんですね。で手放したことによって少し楽にはなってると思うんですけども、なんだかそこにちょっとした誤解があるような気がするんです。本当はダメなわけじゃないのに、全然ダメなわけじゃないし、それでうまくいってるんですけど、結果的に何かがあからさまな結果が出ていないからダメなんだっていうふうに自分で烙印を押して何かを置いたみたいな、何かを手放した、それに対する努力をやめたみたいな、なんかそんな感じがあるんですね。なので変に肩に力が入って努力していくっていうのはやめたのは良かったんですけど、何か自分の価値っていうのをもしかしたら見損ねていませんかみたいな感じもあります。そして現状のところがワンドの8なので、何かここからやっぱり動き出すっていうのがあるんですね。本当に満月の16日あたりってやっぱりやってみようとか、やっぱりこうしてみようっていうふうにすごく目の前のことだけじゃなくて、少し遠い先の話だったり、もしくはちょっと遠い現実的にね遠い人だったりとのやり取りだったりして、何かが急に膨らみ出すとか、何かが急に走り出すみたいなね、自分はあんまり動いてなくても意識だったりとか状況が外側が動き出すっていうのはあるかもしれません。でそれに対して別にそこまで私そんな風に言われるほど私そこまですごくないんですみたいな、何かちょっと引いてる感じがあるんですよね。ここから起こるであろうこの流れに対してそうですそうですって言っていくというよりは、そんなみたいな、なんかそんな感じがありますよ。そしてただその後ですね、やっぱり引き受けたでちゃんとねヤギ座の皆さんの力は十分に発揮しますっていうふうに言われてるんですね。もうエンペラーですから皇帝なので、自分で自分がやってきた世界や携わってることの責任を取りますみたいな、自分が舵を切れますコントロールできますみたいな、そんな感じです。だからすごく任せられる。誰かがヤギ座の皆さんに何かを任せたいとか、自分もそれを引き受けてじゃあやりますみたいな感じになりそうです。ただそれをすごく願ってたんだっていうよりも、何かそこに至るまでに少し何か自分に対しての誤解があって、誤認識があって、だからこそもういいやって思ってるから、そのなんとなくの投げやりな意識で言うと、他者から何か言われてる来てるオファーとか申し出っていうのに対しても別にみたいな感じなんですけど、でもやってみたらすごい力湧いてくるし、もうまた再度自分の素晴らしさを自覚できるって感じがあるので、流れが来てるんだったら受けてみられたらいいんじゃないかと思いますよ。ただその後もまた少し遠慮してるっていうかね、そのことはやりました。じゃあそれを引き続いてこれからもとはいかないみたいな、いかないというよりもヤギ座の皆さんがそれを遠慮しているっていう感じがあるんですね。おそらくヤギ座の皆さんの中にも野望とかこうなったらいいなって思いあると思うんですね。であるけれども、それを達成するには何かを犠牲にして何かを選ばなければいけない、正しく選択しなければならないみたいな感覚があるかもしれません。なんか時間を確保するためにはこれはお断りしなくちゃいけないとか、自分の感覚っていうものを優先するためには周りに惑わされちゃいけないんだみたいな、そういったなんかブレーキとなるような、一見自分を制しているようなエネルギーなんですけど、でもどこかで自分を制限して本当の自分の感覚っていうのを解き放っていないかのような感じなんですね。セーブしている感じがあるんですね。なのでそこは皆さんの自由ですから、どれだけ自分をセーブするかも自由なんでいいんですけれども、カードのメッセージとしてはこの11月後半はいろんな人と関わって、修行していく時ですみたいな。修行っていうとなんか辛そうに思うかもしれませんが、楽しいです。これは全く自分が想定しているものとは違うことに携わることによって新たな見解を得るとか、そういうものなのかっていうものを知る、そしてまた広がりができるっていう形なので、自分が本当にやりたいと思っていることじゃないことに携わるのかもしれませんね、この11月後半は。でもそれがすごく刺激になったり、
いい癒しっていうほどなんかすごくなだらかではないんですけど、いい気分転換にもなるし、いい気づきにもなるし、ゆっくりとですけどちゃんと自分の行きたい方向に実は向かっていけてるんだっていうのがメッセージでした。そんな感じですね、全体は。ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事を見させてください。仕事に関してはね、その日常生活とか、もちろん健康もそうですけども、自分で自分のこう働き方、エネルギーの使い方っていうのをうまくできる時ですからね。ワンドのクイーン、カップのプリンス、ムーンということで、人間関係も仕事も悪くないです。仕事を通して関係してる人との関係も悪くないし、何かやはりね、ここでカップのナイトのカードが出てるってことは、何かしらのこう申し出があるっていう感じがします。やっぱり誰かからヤギ座の皆さんのエネルギーを必要とされているみたいな感じがあり、十分そこに応えてあげれる技術も経験もあるんですけども、なんとなく皆さんがちょっとそれを躊躇してる感じがありますね。それを受けたところでもっと大変になったら嫌だなとか、なんかそれを受けることってどうなんだろうみたいな、その最初に自分が願っているあれこれもいいなあれもいいなって思ってることに対して直結してるのであろうかみたいな感じもあるし、やっぱ何よりも今ヤギ座の皆さんが求めてるっていうのはこのね、自分だけの繊細な感性っていうものをもっと大事にしたいんだって感じがあるんですね。その自分だけの大事な感性のもとに何かを進めていきたいんだけど、こう他者の要求に応えてるばっかりだと、なんとなく自分のこの感覚っていうものをないがしろにしてるんじゃないかみたいな懸念があるっていう感じです。でもね、先ほど言ったみたいに、いや全然その他者に別に使われてるわけでもないし、自分の他者から依頼されていることであったとしても自分の力でそれをやっていけるわけですから、何かいい学びになるなっていう感じはしますよ。ちょっと人間関係見てみますね。恋愛に関してはまた別動画を撮りますので少々お待ちください。ありがとうございました。前回もたくさんコメントいただいて嬉しかったです。では人間関係ね。ワンドのプリンス、カップ9、エンペラーということでまた出ましたね。エンペラー2枚も出ましたね。ということはやっぱりよっぽどね、この11月後半はヤギ座の皆さんにとってはこう未来を、特に22日までの間はね、未来を見ていくとかいろんな人に関わっていくっていうのがいい時ですから、何か自分の力をもう一回思い出す。ちょっとここまでの間に少し自信喪失したことがあったり、なんかって思った何かモヤモヤとしたことに関してはもう一回その自信を取り戻すっていう感じがありますね。でそれは特に人を通して取り戻すみたいです。人間関係でやっぱカップの9とかね、ワンドのナイトとか出てるってことは、やっぱり積極的に人と関わっていくことによってその自分の喜びもだし、想定外の喜びも感じるし、自分の本来持ち合わせてる力も思い出すよねっていうことでいいんじゃないでしょうか。はい、最後にもう一枚引かせてください。はい、コンシャスステップというカードが出ました。このカードを見て何かしら思うところがあるので、皆さんも自分の直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。どうですか？意識的なステップを踏みましょうみたいなね。自分が十分考えていたことや本当に望んでいたものに対しての一歩を踏み出しましょうということでメッセージが来てます。ということで今回ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメント、チャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。